おはようございます。画家のギソです。今日はですね、この8号の作品のオンネトーコのちょっとこうですね、右の方に回っていて、キャンプ場があるんですけど、そちらのあたりからもう熊に気をつけながら、リンリン鈴を鳴らしながら、撮影した写真を元に描いた作品となっております。この水面とかのね、色ね、どうやって出してはるのかなとかですね、新緑の木々のところとかどうやって描いてはるのかなとか、多分皆さんに参考になるんじゃないかなと思います。必見でございます。それでは本編どうぞ。それでは解説をしていこうと思います。よろしくお願いいたします。オンネトーコっていうところのね、ちょっとこうぐるーっと回っていくとキャンプ場があるんです。でそこのところをちょっと入ってたところから描きました。写真を撮りました。こちらもクマが出るというので鈴をねリンリンしながら行くんです。はい。で今墨入れという作業をしていっております。これはどこポイントかなと思ったらやっぱ右側のこの木と、その水面のこの抽象的な模様がポイントなんちゃうかなというふうに思いますので、そういったところの描き方、描き分けみたいなところにぜひ注目して見ていただければなというふうに思います。本物見たらね思ってるより細かいやんって大体皆さん言いますけども、8号というサイズですね。8号北海道シリーズ3つやったんですけども、これが一番小さい。でもこのね水のねまた北海道を描きたいなというふうに思いますけども、今この木を今描いていっております。で新緑の季節本当にねもう芽吹いているポロッとね、芽吹いているような感じみたいなのが非常に美しくて、それとこの水の透明度とですね、冬にも行ったんですけど全くこう違う、本当に全然違う表情を見せてくれますよね、北海道ってね。やっぱ日本のこうねえやっぱ北海道は皆さんいいですよ。もうね北海道なかなか、取材で、行って、友人がでこれ下書きが終わりました。友人がですね連れて行ってくれたコバルトブルー、これはもう3部作全く同じのを流しているんですね。要はこうやってこう同時にある程度この段階ぐらいまでは同時にあります。それで3つスタート同時にするという感じですね。よく聞かれるんですけど、これどれぐらいで書きますかみたいな。油絵に関してはだいたいこれを2ヶ月ぐらいかけて書いてます。2ヶ月ぐらい。1ヶ月半から2ヶ月ぐらいで、それを同時にこうやっていくのでいつもだいたい78枚とかぐらいは同時に書いてってます。でテレピンともう下手すりゃ大きいの合わすと10枚とか多い時には書いたりします。で、1日ね書ける仕事自体がその1枚に関してこのサイズぐらいやったら、67時間ぐらいかなっていう感じかなと。特に最後の方の細かい仕事とかになると、78時間ぐらいで、ちょっと乾いてくるんですよね、画面がね。だからちょっと乾いてくるまでに、これ、書かないかと。でインプリマトゥーラという仕事をしていきますと。でハケ、これぐらいのハケでこうウルトラマリンじゃなくてコバルトブルーと、ローアンバーで、全面に一層塗って、吸収早いんですよね。これねビューッと塗ってまた乾いてくる、ビューッと塗って乾いてくるみたいな感じです。右側の方かなりツヤ光っておりますけども、全面にこう塗っていっておりますね。なかなかねこう何のこっちゃと思う人もいるかもしれませんけど、こういうふうに白味と呼ばれる下地を一層こういうふうにインプリマトゥーラ吸収地を止めていく。で完全に乾燥後、過去7日後ですね。で2層目のインプリマトゥーラ、若干今回は青めに、コバルトブルーを多めにしていきました。この辺のこう色の微調整みたいなのはいつもちょっとずつ変えていきます。それで、下の線がちゃんと見えているんですね。これ2層塗った段階でも見えていると。その辺が難しいよね、なかなかね、本当にねこうねもうほんとねこういう仕事20何年も続けさせてもらってもうほんと感謝ですよ。で今特にいろんなとこも行きやすくなったので、チビがねあれなんであんまりこう長期間行くとね、妻の負担もかかりますので、行けて4日間ぐらいなんですけど、1週間ぐらいとか10日ぐらいとか海外は行くことになるとは思うんですけども、これも仕事なんでございますよ。ね、いいでしょ、ね、楽しそうでしょね。自分が本当やりたかったような状態に自分自身が慣れてきていることに関してはで完全に乾燥後ですね。でちょっとこれはいつも紫色系が多いですけど、ちょっとこう紫系を塗った後にこれねもう
とこうインプリマトゥーラで線が、要は2層塗ったのも薄すぎたかなと思ってるんで、もう固有の色に近いのをバーッと塗って、下の線がね消えそうになりながらもこれ消えないぐらいの段階でとどめてるんですよ。ちょっとアップにせんとわからんのですけどね。でこれね、見えるかな、ちょっとこれ右の方光ってしまってるのはすみません。いつも窓を開けて、北窓、アトリエって大体北窓にすることが多いんですよ。で北の窓にこれ何番のが9090909093メーター60ぐらいあるのかな、横幅の窓がドンとあるんです、私のアトリエね。でこれ全部抜けるんで、思い切って1階からでかい絵を横3メーターぐらいの絵とかは無理すりゃ入るんですけど、やったことありません。はい、無理すりゃ入るようにはしてあります。ここから下ろそうと思えば下ろせるような状況にはなっています。で、この隙間を描いていっております。非常に綺麗な、またね、北海道やっぱ描いててもなんか自分自身がなんか現れるというか感じはしますもんね。なんかね、皆さんどうなんですか？でこのぐらいのこうナイロンの筆を使ってます。僕ね、豚毛ってほぼ使わないです。毛先ビュッとしてちゃん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 と塗っていくような感じの時ぐらいで、基本的にはほとんどナイロンの柔らかい筆を使っていきます。ナイロンの柔らかい筆、これはねそんなに高い筆じゃないと思いますよ。アクリルなんかで使っているような筆かなと。何本のセットでっていうような安い海外のやつを使って、なるべく日本のね会社のものを使っていきたいなというふうには思うんですけども、この辺の筆をある程度ほぼ1本で、描いていってますね今回ね。なんかね、その辺もねいろんな道具を使っていろんな画材を使ってもうわけわからんわっていう感じかもしれませんけども、でこの辺のこう木、手前の方にある木なんかはちょっと物質感をつけて、光が当たってる明るい木なんていうのはちょっと白とかを強くインパストっていうんですけど厚くのせていったりとかします。本当にこう今作家さんいらっしゃいというコーナーで15人ほど話してきて、やっぱりこう皆さんもう一皮向けたいという感じに思ってらっしゃる方が多いんやなというふうに思って、そこがすごくこう難しいとこやなというふうには思うんですけどもね、どうすればいいんですかね。私なりにいろいろ考えたりするんですけどね。でもやっぱりこういっちゃん大事なのは自分の本当唯一無二、自分でしかない、これしかないというものを持てるか否かっていうところ、唯一無二というのはものすごくこう大きいかなというふうには思います。あとは継続ですね。これめちゃくちゃ大事ですよ。もう継続って本当に一過性1年2年ぐらいでブンとやめてしまうっていうんじゃなく、やっぱ5年10年ぐらいのスパンで考えとかないとなかなかこう、でも逆に1年2年でポンといってそこから低迷していくという人もいます。さあその違いは何なんだろうと思うんですけども、継続していかないとお客さんとかがなかなか信用してくれないです。はい、それはまずあると思います。私みたいにもう25年ぐらいやってればある程度信用じゃないけどもあるじゃないですか。でもね、ペッとこう出てその瞬間良くてももうこの人続かんかったってなって、で何年か間空いてまた出てきたって言ってもなかなかこう信用されないというかですね、これ一層目の仕事ですね。やっぱそれはあるんじゃないかなというふうに思います。でも早く結果出したいってね、若い人とかもこう教えてきたんで、もうそういう人は多かったです。出るんですよね。意外と若い頃に出る人は出るんです。出ない人は出ないです。けどその後続くっていうことがやっぱ難しいなっていうふうに見てました。で逆に今僕見てる中高年の人が多いですけども、結果出ずともコツコツやって少しずつですね形になってきている人が増えてきたなというふうに思ってるんですよ。若い人の方がパッと早いです。飲み込みも早かったりね、吸収も早かったりするもんです、どうしても。でも中高年の方はコツコツとやって体にこう体得していってるっていう感じは見ていて思うので、両方がうまくこう混ざり合えば一番理想的ですけどね。早く吸収できて継続できるっていう力を身につけるというのが一番理想的ですけどね。でこれは一層目の仕事をコツ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 ちまちまとやっていっております。この辺はもう葉っぱ描いて枝描いて葉っぱ描いて枝描いてっていう風にしていってます。枝とか葉っぱとかっていうんじゃなくて、両方やっぱ同時に描いていくっていうことですね。で手前も描いてとか、
後ろを描いて手前にギューッと描くという方法もあるんですけども、見え方自体がすごくこう枝ってなってしまうんですよ。後からビューッと描いてしまう。やっぱり両方同時に外側からも形が見えてきて内側からも見えてきてみたいな見え方を描いてあげるのが理想なのかなというふうに思います。でこの辺のこうグリーンなんかは、シアニングリーンと黄色とかで結構鮮やかな緑作らんといかんので、なかなかこうカドミウムグリーンとかでもいいんですけど、ちょっとそれでも弱いぐらいなんでかなりこう鮮やかなグリーンを作ってってます。でもこうあんまりやりすぎたりすると緑にビューッと染まっていくので、カドミウムイエローみたいなのをうまく使いながら、若干こうちょっとこう黄色みがかっているような色とかにするときは黄色を多くするんじゃなくて茶色を多くしたりします。はいね、ちょっとこうその赤系なんですね。茶色バーンとシェンナぐらいとかってね、でそういうの入れてちょっと枯れたようなこの辺の緑のこう微妙なこう色の違いみたいなのとかっていうのを出していかんといかんのですけど、やっぱりこう同じような色を使いすぎてしまう人っていうのはなんかこういうところがこうすごく単調に似てしまうような感じがあるんじゃないかなというふうに思います。でちょっと隙間のこう暗い色とかを描いていきながらチェン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 と。でこの辺はまた、葉っぱ描いた後に枝って葉っぱ描いて枝わかりますかというふうなような感じでやっていってます。また枝を明るいのでちょ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 と描いていくね。ちょ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 と明るいのをちょ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 と。この辺のね細い筆とかもねなんかどういういろんな筆を使いまくってますけどね、もうどれが一番ええんやって言われたら困るんですけど、で暗い枝も描いたり明るい枝も描いたりしていってます。これ一層目でできる範囲でやれるだけやります。頑張れと頑張れるだけ頑張っていきます。そして点で打ったりとか偶然的なのとか必然的な線とか、この辺は点々打って偶然的なまだ一層目ですよこれね。点々点々点々と。だいぶもちろんね大幅にこんなん全部録画してたらえらい時間になるのでポイントポイントで動画撮ってます。今はこれひたすら点を打つという作業をしていってると。で1回だけやったらなかなかこれって解像度っていうかねすごく粗いので、もう一回やっぱりその後にこうグレーズとかこう透明層をかけたりとかして、不透明の上に透明のベールがかかってくるような感じ、なんていうかなレイヤーみたいな感じっていうような作業とか、油絵の具の持っているこう特性みたいなのを生かしながら描いていってます。もうこの辺なんかもねでーっとこうね分かりますか、もう点々点々と打ちながら密度を上げていっております。非常にもう北海道のねこのいいですよねこの景色ね。本物こういうのも絵を見てほしいなというふうに思いますよね。最近はもうだいぶ本当ねネットリテラシー的な部分が高まってきて、やっぱ 4年前に YouTube 始めた頃は案外こう批判的な意見が結構あったんですけど、勝手にやってることなんでね、逆にこれが公のものやっていう感じで思われがちなところがあるんですけど、基本勝手に自分のなんか勝手なこと言うてるだけの話なんでこれねなんか難しいですよね。それでこうなんかその意見ちゃうやろとかっていうご批判とかもあるんですけども、基本的にはなんか本当に居酒屋で上司の愚痴言うてるような感覚なんで、はい、この今の動画今喋ってることに関して別にもう愚痴も特にで2層目でございます。それに対してわーとかっていうこともあったんですけども、ほぼなくなりましたね。あったらぜひですね、あれ出ませんか、作家さんいらっしゃいに実は何本かボツになってる動画ありますよ。はい、もうねなんか皆さん出ませんか、見たいことあったら直接言ってもそしてこれは紫塗ったんで思い切ってきましたね。これはコバルトグリーンみたいなね色ぶわさーいったでしょ。わかります？右の木の中まで入ってった。もう水のこの色をなんとか出したいというので、この辺がね油絵アクリルとかで難しいですよね。微調整ができるんですよ油絵って。あかんかったら拭き取れるんですね。でアクリルとかじゃできないですよ。透明水彩もできないじゃないですか。その微調整ができるというので本当に微妙な表現みたいなのができるんですね。で細かい描写みたいなのとかももう最近テンペラ使ってない絵も増えてきたなテンペラメディウムボチボチ作らんといかんな。
っていうテンペラメディウムをね作るの大変なんですけど、ちょっとこう今軽いのザザザザザザと置いてきましたよね。この辺がこう先ほど点一生懸命打ってたのがほぼ消えてしまうんですけども、それぐらいの気持ちで拭き取ってみたりとかですねやっていくんですよ。で指ですり込んでみると絵の具の出っ張ってるところの間に入っていくと、こういうねでグレーズという仕事とかこういうのしていきます。これはグレーズという透明層をかけていったりですね、こういう仕事を繰り返して白いところで点々点々でこう全体に紫だったり黄緑色だったりコバルトグリーンみたいな色だったりターコイズブルーみたいな色とかね、でそういうのが全面にこうかかってきて、そこに今度また白みたいな別途こう生の白とかちょっと絵の具色混ぜたのとかっていうのでこう不透明半透明の上にまた不透明の色を置く。そうすると塗り残ったところが影に見える。はい、深いですね。難しいですね。この辺とかはね幹とかを意識しながら、そしてこれは本当透明水彩とかでもたまにやります。隙間を描いていく。隙間。後ろものの後ろも大事なんです。同じぐらい大事に思ってあげてください。同じぐらい大事にモチーフと同じぐらい同価値に考えてあげるぐらいの、気持ちでやってみてくださいね。皆さんの地元とかにも意外と探せばいい景色とかありますよ。フリー画像から描きました的な人も意外と世の中多いとは思うんですけど、創作するっていうのはやっぱりもうそこからなんですよ。そこから楽しんでほしいんですよね。やっぱり著作権とかの問題も出てきますけど、フリー画像やからええわってなるかもしれないですけど、僕ね本当皆さんも本当にセミプロプロになっていけると思ってるんですよ。全然本当にそういう人いっぱい出てきてます。私の YouTube4 年もやってれば大学の先生時代よりも確率そこまで高くないかなでも私自身はやっぱり10人ぐらいのゼミ生いて2人ぐらいずつ作家さんになっていけばええかなと思ってたんですよ。あと2人3人ぐらいは教員になっていってみたいな感じ、あと5人ぐらいは就職でってなってたんですけど、でもなんかこう YouTube で本当プロになっていってるとか何かで賞を取っていってるっていうのもものすごくこう多くなってきてて、もう嬉しいです。もうこれはねもう報告してもらえるということはちょっとはね感謝してくださっているのか、ありがとうございます本当に僕の方こそなんかねなんかこう一生懸命教えてもなんかこう全然こうなんていうかな、やめときましょうかねでもやっぱりこう自分から自発的に動いて今動画を見てくださってる方が多いじゃないですか。でも教育現場って自発的じゃない部分って結構あるんですね。どういったことかっていうと、親に言われたから大学行ってるって人意外といるんですよ。親に行けって言われたとか、地元のここやったらいいから行けって言われた、絵描きたいけどとかって言ってでなんかねこう自発的じゃないのは人は意外と多分いると思います。今もいると思います。結構教える側大変でしょね、でこの辺とかもピッ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 でもこの YouTube に関しては基本もうね 100% 自発的だと思ってるんですよ。それってすごくこちらとしてもありがたいしやりがいがありますよね。自発的に見に来てる人に対してこっちも一生懸命やるっていうことでもう一生懸命やってるでしょ。もう楽しいんですよ。でここまで技術を教えて今までも来たんですけどっていうことは多かったです。それはって思うことですね。例えば地塗りなんて白味の地塗りなんて毎年こう教えてたんですよ。でも YouTube に残せるということで毎年やってたことがもう労力がガクッともう必要ないやろうってなってしまったんです僕の中で。教育ってそういうふうに多少はなってきても部分っていうのはあってええんちゃうかなと思うんですよね。毎年こう同じことやり続けやなあかんっていう大体ベースは同じようなこと、もちろんリニューアルしていくんですけど、でももうこの辺は逆にこうアーカイブとして残せていたら皆さん何度も見れるじゃないですか。私の動画って面白いもんでやっぱりこう何度も見てはるっていう人結構いるんですよ。この動画何度も見てはると、グッドボタンつけて何度も見てはるとかねっていう人が多い。でそれでやっぱりこう見続けていって実際に書き続けていくと、でこれが一番なんか反復練習的なものっていうのが何でも大事なんちゃうかなっていうふうに思うんですよね。でね、過去にまた戻って基礎を見てみてとかね、それでこれ超応用ですけどね、超応用この辺はこう縦にこうしながらこれ2層目なんですね。で水面がだいぶもう最後ようわからんぐらいなっていきますからね。ちなみに何を聞いてるんですかってよく言われるんですけど、結構ニュース
見てます。はい、ニュース BS の TBS さんの、報道1930とか、フジテレビのプライムニュースとか、そんなんを大体ほぼ毎日の分見てます。はい。なんで絵描きがニュース見るのって感じかもしれません。結構大事なんですよね。今の社会情勢とかを見ていったり、岸田さんのあれを見たりとかですね。見てます。面白いんですよ。いや、この辺とかもちょっと映らないですね。さすがにもこの辺はなかなか動画として映すのが非常に困難でしたね。もうちょっと細かすぎるのでですね。まあこういう水面とかはぜひぜひ本物見てください。よう聞かれるんですね。音楽聴くんですか？あんま音楽最近聞かないですね。ラジオもあんま聞かなくなってきて、報道番組ばっか見てる。喋ること全然面白くなくなってくるな。なんかねおもろいなと。今6月の末ぐらいなんですけど、今度はね都知事選がどうなるのかなっていうのを見てますけど、まあなんかもう決まりそうですね。あの人にね、緑の人にね、ちょっとこうなんか誰に投票してほしいとかそういうのとかないんですけど、なんか大幅に変わってほしいなと思ってます。私はなんかね、そんな風に思いませんね。人口衰退社会でね、減少社会になっていってどうなんだろうと。学校教育現場どんどんブラック企業になって、やっぱ公教育の先生方がこうやる気みなぎる、なんか楽しそうにやる気みなぎるような世の中になってほしいなという願いぐらいです。はい。でそれでこれ最後の仕事でございます。最後動画としての最後、もうちょっともちろん書いてますけど、明るい色を描いていってます。たまに聞かれる何聞いているのとかっていう絵描いてる時は大体ニュース最近よく見てますでこの辺はもう先ほどの点よりもより細かい点を打ってます。すいません、ゴミ収集車がやってまいりました。ゴミ収集車の音が申し訳ございません。ご自宅からお届けしております。で点々点々点と隙間を描いていきながら密度をどんどん上げていったということです。わかりますかね。この辺なんか枝に白い色ちょん隙間が入ってほら、もうこの辺がよりの限界でございます。ちゃんね、皆さんもちょっとこうキーボーンと書くとかね、この作画動画ぜひぜひこうやって見て皆さん描けるようになってください。そして本物ですね、見る機会があればですね、あとなんか質問とかこういう動画撮ってほしいとかあったらです、著作権の動画撮ろうと思ったんですけど、やっぱ難しすぎたです2冊本読んだけどまとめれる自信が1ミリもないと間違えたこと言えへんので、だからそれに引っかからないようにやっていった方がいいということで、自作オリジナルでいった方がいいと僕は常々言ってます。そしたらもう不安なくなりますからね。あとなんかね、印象派についてまとめようかな思ったりとかいろいろ考えたんですけどね、なんか忙しいことですね。はい。なんかリクエストがあればですね、またこんな企画をぜひぜひやってくださいとかあったらぜひいただければと思います。ちゃんと細かく描いていっております。こんな感じで完成した作品もぜひぜひ機会があれば展覧会などでおじさんに会いに来てください。メンバーシップ会員ぜひ募集しておりますのでね、メンバーの方今度個展とかの時に似顔絵描きますキャンペーンもやりますしね、飲み会とかもぜひぜひ皆さんでねできればと思います。本日もご視聴ありがとうございました。この動画良かったという方、グッドボタン、あとチャンネル登録してない方結構います。半数ぐらいいます。ぜひよろしくお願いいたします。では。
ご視聴ありがとうございました。どうだったでしょうか？いいでしょう？いい作品でしょ？個展の方とかで、発表していけるかなというふうに思います。こちらの作品ですね。ぜひぜひですね、うわ、水面とかどうやってもう描き方分かったでしょ？もう皆さんも描けますよね。描けます詐欺ということで、皆さんもぜひぜひ頑張って、ね、家できたらぜひ鬼高評価に皆さんの作品待ってます。それでは、本日もご視聴ありがとうございました。いいです。チャンネル登録ね、チャンネル登録よろしくお願いします。